しておめでとうございます。東雲はつりです。昨年は皆様の応援のおかげもあり、42本の動画と32回の DIY を行いました。コメントや高評価、ファンアートや宣伝をしていただいて、いつもモチベーションをいただいてます。今年も何卒よろしくお願いいたします。今回はですね、今年の日会、今年のうちにということで、去年購入した肩ロースの肉塊を年末にカットしました。それをお正月にステーキとローストビーフ丼にした様子をお送りします。チェーキラー 7.5kg の肩ロースを買ってきました。スーパーって肩ロースって大きい塊が全然売ってないですよね。今回はこの大きさから自分で切ってみたらどのぐらいの塊が取れるのかも見ていきたいと思います。うわー、ドリップと匂いがすごいですね。服より洗った方がいいかな。洗って拭いていきます。筋と脂身を切っていきます。これだけ大きいとさすがに筋を見つけるのが難しいですね。引っ張って筋膜リリースしていきますよ。わけがわからん。回して引っ張って筋が続いている場所を見つけます。引っ張って削いで剥がしてやっと大きい塊が剥がれました。この辺は大きい塊が取れそうですね。適当に切り出してみましょう。これはステーキ用かな。いい感じです。はい、もう一個。これはローストビーフかな。あとは結構筋入ってるかも。でもこういうあんまり硬そうじゃない筋はある程度無視すると大きい塊が全然取れなさそうな気もしますね。こっちもほら結構脂身の筋が通ってますね。あとは肩ロースの塊も何種類かあるみたいです。お肉屋さんのお肉さばき動画とかも見てみたんですけど、これがどことかはよくわかりませんでした。どんどん薄まってく。なんとかね、解体ができました。脂身、筋っぽい部分、筋の全くない塊その2、薄いけど大きめの塊、あとは小さめの赤身、カットして真空パックをします。真空パックをしておくとこのまま長期保存できるし、半冷凍状態にすると好きな薄さにカットしていくことができます。ブロック、赤身、角切り、筋に分けました。じゃあいよいよアリエクで買ったミートスライサーでまずは薄切りをしていきましょう。ちょっとライトが暗くて画質が悪いんですけど、やっていきます。スイッチオン。うさ、結構音やばいですね。タミヤのパワーギアボックスかなっていうぐらいギアが上がる音がしますね。なるほど。結構薄く切れてきました。なかなかちっちゃくしか切れませんね。凍らせるときに押し付けやすい形に凍らせておくともっと大きく切れ出せそうな気がします。思ったより具合良さそうですね。この厚みダイヤルを操作して欲しい厚みより薄く設定して押し付けたくらいがいい具合ですね。
が切れたので、まずはローストビーフを仕込んでいきます。熱した鉄鍋で肩ロースの塊を揚げ焼きにしていきます。揚げ焼きができたら香ばしさをつけるために今回はガスバーナーで炙っていきます。香ばしさが欲しいなって思ったらよく炙っておくといいみたいです。炙って真空パックをしたら去年作った低温調理器に入れて62度を保つように設定して4時間放置します。4時間経ったら今回はミートスライサーで切るので冷ましてから冷凍します。次にステーキを58度で1時間低温調理しました。ここまではあんまり美味しそうじゃないですね。付け添えの玉ねぎに切り込みを入れて素揚げにします。ステーキを揚げ焼きにしていきます。美味しそうです。ステーキに低温調理をするとお肉に均一に火が通ったり柔らかくなるみたいです。玉ねぎは仕上がってきました。塩コショウで味付けします。これだけで美味しそうですね。はい、完成しました。脂身がないから反ってなくて美しい焼き上がりですね。ソースはカシスと醤油を煮立たせるだけです。フルーツ由来の旨味と酸味が醤油でバチッと決まった味付けになります。最高ですね。見た目最高ですね。じゃあいただきます。いい感じのミディアム。これはやばいぞ。来た。美味しい。玉ねぎもちょっと生。ポテト。表面の歯触りがザクッとしてからの肉汁がじゅわーっときてお肉がふわっと噛み切れて肉汁とソースの酸味のハーモニーガツン揚げでフォースターって感じですね。今回はビアボールを買ってきました。度数 16% を割って楽しむビールの原液みたいな感じらしいです。今回はいろんなジュースと割ってみようかなって思います。まずは原液です。時間が飛んでしまいました。ライザーダストで時間が飛んでしまったので説明をしますと、ビアボールを直飲み、コーラ割りと伊勢屋のレモンスカッシュ割りで飲みました。直飲みやと濃いビールの原液っていうよりはビールの渋みと喉越しになるようなカラッとしたコクって感じの味でした。この説明うまく翻訳できるかな。コーラ割りはめちゃくちゃ美味しくって、コーラが渋みとかカラッとしたコクの大人の刺激を装備したような感じです。ビアボールは大人のカラメル味みたいな味を持っていて、それがコーラを悪い飲み物にしてますね。気に入りました。富士屋のレモンスカッシュ割りは普通のレモンビールって感じになりました。レモンスカッシュの強い酸味と旨味が結構殺されていて美味しいんですけど、うまい足すうまいで2うまいにはならなかった感じですね。ビアボールを何杯か飲んだら完全に気絶してしまったので、ローストビーフが冷やせました。削っていきましょう。いい感じ。めっちゃいい感じですね。ピクセルみたいな薄切りで均等な厚みのローストビーフができていきます。サシも入ってて最高ですね。最高。次はローストビーフ丼のために薄々に切っていきます。鰹節のようにご飯と食べた時に優しく噛み切れるように薄く削ります。ローストビーフを焼いた時の肉汁にフライドガーリック、生姜、カシス、いい醤油、ポン酢、それをローストビーフソースとします。両わさびも乗せとこう。
ローストビーフ丼のローストビーフにもソースをあえます。はい、ローストビーフ丼のご飯です。ここで一手間、お酢とみりんで酢飯を作っていきます。祭りは酢飯のツンとするのが苦手なので、レンチンをして酢の風味を少し飛ばしてから入れます。酸っぱいのは好きだけど酢のものが苦手って方にはおすすめです。 DIY なのでローストビーフは乗せ放題です。はい、完成しました。画面が茶色い。ドリンクはビアボールを糖塩ビタミンパワー5で割ります。いただきます。祭りはビタミンパワー5好きですけどね、苦味が支配してますね。完全に味が負けてます。薄いのかな。濃くしてもやっぱ味が負けてますね。ローストビーフをいただきます。噛めば噛むほど味が出てくる肩ロース、それからソースが美味しい。次はローストビーフ丼に行きますか。ローストビーフ丼はわさびでいきましょう。ビアボールと割るのはカクテルの方、レッドブルでいただきます。なるほど、美味しいんですけど、今度は逆にレッドブルの味がビアボールを持っていっちゃった感はありますね。コーラで割った時にビアボールの大人のカラメル感があるっていう話をしたと思うんですけど、その苦味の質がレッドブルとかぶってる感じですね。それで負けちゃってる感じです。ローストビーフ丼をいきます。やっぱり酢飯なのがいいですね。生系のすべての丼は酢飯になった方がいいと思います。1貫800円のちょっといい居酒屋の肉寿司、あれが口いっぱいに頬張れると思ってください。しかもお肉が薄切りなので食感が優しい。これガンガン食べられますね。飲める肉寿司って感じです。これやば。最後は A&W のクリームソーダの方を割っていこうと思います。ルートビアじゃなくても申し訳ないんですけど、家にあったので、見た目は完全にビールですね。いただきます。楽しいですよ。これはバニラ味のデザートビールって感じですね。美味しい。ローストビーフ丼も吸うように完食してしまいました。美味しかった。今回はでっかい肩肉を解体したんですけど、筋を折って解体しすぎるとどんどんお肉が小さくなることが分かったり、洗うのは大変ですけどミートスライサーがあればかなり便利なことが分かりました。余った生ハムの原木もスライスしてパックして冷凍するとめちゃくちゃ食べやすかったです。かなり邪魔ではあるんですけど、買ってよかったと思うことにします。カシスを使ったソースはお手軽で美味しいのでおすすめです。カシオレも作れますからね。今回面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり YouTube コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。今年もよろしくお願いします。バイバーイ。